小さな町の中に美味しい食べ物とかわいいカフェと古き良き風景がぎゅっと詰まっている台南。角を一つ曲がるたびに懐かしい路地裏が現れるこの街をじっくり味わう旅に出た。文句なしに暑い真夏のある日、台北駅から新幹線に乗り台南に向かう。一年で一番暑い時期に熱帯に近い台南に行くなんて飛んで火にいる夏の虫だ。だけどここ数年日本にいてもオーブンで焼かれているように暑い。どうせ焼かれるなら好きな街で焼かれよう。台南には古い建物を使ったノスタルジックな宿がたくさんある。他の町にはなかなかない美しい宿に泊まることも台南で外せない楽しみの一つだ。ドアを開けると1階がカフェ、2階が宿になっている。築100年以上の建物。宿のおかみさんが中を案内してくれた。欢迎你来我们家。他民国8年就在这里了，这里的位置很好，因为它离火车站很近。对。他8年的时候是一个木材商，做木材的人他们的家。那以前那个年代，民国8年能够住这么大的房子，算是有钱的人家。然后到了民国49年，这个房子就卖给人家，就开旅社了。所以第一任的旅社叫做明星旅社。哇，这是招牌，原来是招牌。然后他的名就跑到这个小桌子，跑到这里了。对，那明星旅社它实际上在这个地方只有2年。2年完了以后就被我先生的阿公，就是我们的家族买下这个房子，所以这个房子就叫新东亚大旅社。这个旅社开始开，那个时候在台湾也算是5星级，就是很棒的旅馆。おかみさんが語ってくれた床の模様や柱や家具一つ一つに宿るエピソードで、この歴史ある宿に流れている物語がぐっと立体的に見えてきた。那比较有趣是这一台，它是冷气机。是吗？冷气机，冷气机呢？不是冰箱，它是冷气机。他の部屋も見せてもらった。旧有的风味。哇，这间是以前老板小时候住的床。那平常也没有开，平常没有开放，客人满房了，然后他们找不到房间的时候，我们才会开放。对。地方有花花。谢谢你喜欢我们。很喜欢，很有意思。最有趣的还有最后一关，就是一般锁的地方，它一定是放很贵重的东西啊，怕小偷，对不对？以前那个年代其实也有所谓的保险柜，放贵重的东西。它这个抽屉打得开这个抽屉打不开。如果小偷来了，他一定会打开中间。为什么？因为这里有钥匙。他一定想说，贵重的一定放在这个地方，小偷就给他打开了。就打开以后呢？很抱歉，它贵重的不放这里，放哪里呢？它贵重的放这里哦。ルームツアーをします。私の部屋は207号室。ここを開けるとこのようにバスルームがあります。床がこんな素敵なタイルになってます。そしてここがなぜか隅っこブラシ。バスルームを開けてみます。かわいい。こんな感じになってます。この床のタイルとか壁とかすりガラスとか、ちょっと日本の古い家と同じような壁とか、何もかもが
昔は2つの部屋に分かれてたのを今は1つの部屋につなげて使っているそうです。古いけどお部屋はすごく清潔です。台南の今宿に到着しました。素敵なリノベーションゲストハウスかと思ってきたら、何十年も前からガチで民宿として経営している本当に古くて価値のあるお宿でした。これからまたカフェ巡りをしたり、小さな古い食堂巡りをして台南を満喫しようと思います。1階のカフェでしばし休憩。ここも本当に素敵な空間。カフェラテを飲んでから、この夜は台南最大級の花園夜市でライブ配信をして終了。翌朝、張り切って早起きした。夏の台湾では特に暑くなる前の時間に動かなくちゃいけない。おはようございます。朝の6時です。台湾は日中暑いせいか、やっぱり朝が早くて、あと夜も元気な感じなんですが、台南は特に台北よりも市場の始まる時間とかも早い感じで、私も今日は今から朝ごはん食べて、朝の市場を回って、それから朝カフェして、午前中の間にいっぱい楽しんで、お昼のんびりして、夜歩き回るっていう感じで動こうかなと思っています。できます。天気は曇りで、お日様が照っていないのもあってか、意外なくらい涼しいです。すごい過ごしやすい、歩きやすいです。老舗の麺屋さんへ。陽春麺とは具なしの麺を澄んだスープでシンプルに食べる、日本でいうかけそばのようなもの。メニューに混ぜ麺もあるので、大好物のごまだれ混ぜ麺にする。这个麻酱干面可以加馄饨吗？可以。ごまだれ混ぜ麺、溶き卵スープ、ゆで揚げ麺の上にもやしとひき肉、ごまだれたっぷり。ワンタンはトッピングしてもらった。しっかり混ぜて。いただきます。ちょっとやわめの麺にごまだれが絡んでこってり濃厚。もやしの食感がシャキシャキ生きてる。ひき肉でうまみとコク倍増。ごまだれにまみれたワンタンもうまい。合間にすっきり澄んだスープで口をリセットして、卓上のラー油とニンニクチリソースをのせて、濃厚ごまだれに辛さと風味が加わってさらに美味しくなった。このニンニクチリソース、少し酸味があってさっぱり感とニンニクの香りが効いてすごく気に入った。素朴な麺料理だけどごまの風味が豊かでとても満足感がある。店の前の通路に並んだテーブルで地元の人に混ざって食べる朝ごはん。これでこそ台湾。朝のうちに街を歩く。台湾では犬も歩けば病に当たる。特に台南は病の密度が半端ない。こうして神様を祀る伝統音楽を耳にすることもしょっちゅうだ。
これは前から欲しかったチュンビエン。ずっと探していたのになかなか見つからなかったんだけど、ここにはいろんなタイプがいくらでもある。買って帰って部屋に飾ろう。日本こんにちは。歩いてるだけでなんでわかったんだろう。朝ごはんが終わったら早速カフェ活。向かったのは廟のすぐ横のカフェ。小さいけれどアンティークや漢字をうまく使った空間が台湾らしくて可愛らしい。いざ次のカフェへ。台南には古い建物の風合いを生かしたいいリノベーションカフェが本当にたくさん隠れていて、1日1カフェじゃ到底間に合わない。ここは台南リノベーションの牽引者とも言われているカフェとショップと宿の複合施設。タイル、照明、インテリア、どれもすごく好きで、台南に来るたびに必ず訪れるカフェ。もちろん人気があってすぐ満席になるので、いつもオープン時間に来てゆったり気持ちよく過ごす。通りかかった空間ごと持って帰りたくなるようなアンティークショップを覗いたりしながら、街角にあったいい佇まいの店に入った。フレッシュジュースやチャーハン、麺類などの軽食を食べられる店らしい。虾仁蛋饺饭。虾仁。ホクホクでパラパラ。レストランで食べる洗練されたチャーハンとはまた違う温かみのある美味しさ。お米がまとったうまみや油の香りが口に広がる。味付けも国も違うのに、なぜか小さい頃おばあちゃんが作ってくれた焼き飯を思い出したのは、この場所が持つ永遠の夏休みみたいな雰囲気のせいだと思う。谢谢，很好吃。我还要点锅烧意面。台南名物揚げた卵麺のいい麺。チャーハンがめっちゃ美味しかったので、鍋焼きいい麺というのも頼んでみました。いい麺は初めて食べます。卵麺を揚げて乾燥させているので、ゴワゴワしていたのが汁を吸って柔らかくなった、すごく独特の食感。シンプルな塩味のスープに麺から出た油分でいいコクが加わっている。いい麺っていうのは揚げ麺で、
その油分が優しい味の汁に溶け出してて、それがすごいコクが出て美味しいです。なんか天ぷらうどんとか食べてるみたいな感じ。でお汁は塩味の優しい味のスープでめっちゃシンプルなんですけど、その揚げ麺の風味と青菜の風味が溶け出しててすごいしみる味。なんか懐かしいような素朴な味で美味しいです。すごく。しかもここめっちゃ安くて、何でも30年近く全く値上げしてないそうです。お家でコトコト煮て食べる卵や天ぷらの入った鍋焼きうどんの優しい味に似ていて、なんだか安心する私の大好きな味。お昼を過ぎて雨が降ってきた。最後のお目当てはめちゃくちゃ昔ながらのアイスキャンディー屋さん。じゃあ1フォンディピンパン。紙に包んである。さすが台湾。フレッシュなパイナップルの味がそのまま詰まってる。パイナップル絞ったジュースをそのままアイスキャンディーにしたみたいな自然な甘さでさっぱりした味。その中に細かく刻んだパイナップルの果肉も入ってます。さっぱりしてめっちゃ美味しい。暑い南国の昼下がり。かき氷もいいけど、こんなアイスキャンディーも気軽に食べられる最高のやつだ。今日はまた別の宿に泊まる。宿を移るのはすごく面倒なんだけど、それでも泊まりたい大好きな場所。やっぱり相変わらずすごく素敵です。ここはかつてある数学教師一家が50年間住んでいた家。現在の宿のご主人が丹精込めて植物を育て完璧に整えている空間は、昔の家の味わいを残しつつ居心地がいい、台南に来たら必ず泊まりたい宿。以前台湾動画撮った時にも泊まらせてもらったこの民宿が素敵すぎて、今回も泊まりたくてちょっと2日目に宿を移ってきました。相変わらずすごく素敵なところで嬉しいです。ちょっと今から雷来そうなんで、しばらく部屋の中でのんびりくつろがせてもらおうと思います。夜になったら雨が止むようなので、雨が止んだら晩ご飯を食べに出かけようと思います。雨が小降りになってから晩ご飯を食べに出た。地元の人がご飯を食べる店で一杯やりたい。通路にテーブルを並べた小さな大衆酒場、ルーチャオへ。ルーチャオとは、ショーケースの中から好きな素材を選んで、好きな調理法で料理してもらうスタイルの店。注文を済ませ、通路の席に陣取り、冷え冷えのビールを飲みながら料理を待つ。台湾式飲み屋のジャーチャオというところに来ました。ここでは新鮮なその日の材料の中から好きなのを選んで、好みの調理法を伝えて作ってもらいます。私もまだまだ注文が難しいんですが、とりあえず指差しで選んで蒸したやつと炒めたやつでお願いしてみました。どんな感じで出てくるか楽しみです。一品目、イカを炒めてと言って出てきたのがこちら。
品目のイカの料理が出てきました。台湾の料理を知らなすぎて何が出てくるか出てくるまでわからないのが楽しいところです。なんかちょっとトロトロのあんかけにした感じでたけのこも入ってるお料理になってイカが出てきました。イカがプリップリ、めっちゃ新鮮。なんか酢豚みたいなちょっと甘酸っぱい感じのあんかけに絡めて出してくれました。こんなのも美味しい。旬のたけのこも入ってます。2品目、小さなマナガツオのトウチ蒸し。魚の方も出てきました。こんな感じで1人分なんでちっちゃい魚を2つしてもらいました。醤油タレで蒸した上に生姜やネギが山盛り乗っている。唐辛子も結構効いてる。白身魚がふっくら、そこに生姜とかの薬味がどっさり乗ってるのはすごい美味しい。台北のルーチャオで出てくる料理とも違う、台南で日常的に食べている料理を食べられるのが楽しい。たけのこも美味しい。今日は朝から一日中観光など全くしないで街を歩き回り、地元食堂やカフェばかり巡っていた。ここで暮らしているような一日を過ごすこと。台南はそれが面白い、とても味のある街だ。明日もまた同じような台南の一日を過ごそう。